回上流の一番水源の滝組がもう完成して、今川の流れの中の石組みをしてるところです。あともうところどころ植栽、大きな木だけ今回植えれるだけ植えて帰りたいと思う。7日目ってことで、はい、順調ですね。雨にもそんなに降られなくて、今日久しぶりに雨が降ったっていうぐらいで、ちょうど木にもいいかなっていうぐらいな。
日本の木との違いでのやりづらさみたいなのは。日本の木と、まあ、どれも大きいとかね、葉っぱが大きいっていうのが多いんですけど、やっぱ熱帯植物って感じで。だけど木を選びに行ってる時にできるだけ葉っぱの小さなものとか、少しこう曲がったようなこう味のある木っていうのを選んだりとか、こう木を選ぶところからやれてるんで、なんでまだこうやりやすいというか、そんなに苦戦はしないです。見た感じこう日本にもある落葉樹のような木っていうのがあるんですよね、マレーシア。常緑樹だけど日本の落葉樹に見たところ似てる、そういうのをこう配置こうバランス取りながら配置決めっていうのはして、あと2回目っていうのもあって、どういう風に伸びるかっていうのが少し分かってきてるんで、そういうのも考えながら植えてますね。ちょっと軽くやってからこっちに戻るとか。
さっきパッと開けたらこれだ。Shark now. Oh. どんどん登ってくる。いや、すごいですね。恐るべしやな。シダは本当にボリュームがこうさらっとした下草っていうのが少ないんですよね。やっぱ勢いがうん、そうね。日本にはない。うん。まずマレーシアに来る時にそういうマレーシアってどんな国なんやろ飛行機の上から見えるっていうのとかやっぱ空の雲の上で雲がどんな形でこんななっとるかみたいなのとかすごいこう見ながら来るってそれを何回も繰り返してでマレーシアの人と話してみてどんな感覚持ってやっとるのかとかどんな感覚で暮らしとるのかみたいなのをでそういうのからこうヒントっていうかいろんなものをもらって出すみたいな。まあ湿度が高いっていうのもあるし日差しが強いとかこう気候的にねだいたいほとんど全体赤土とか、そういうのをこう自分の中にこう通う間にとか来る前にいろいろ考えたり勉強したりとかしてかんとただ日本がそのまま来ちゃうっていうのを作るつもりはないっていうかマレーシアの日本庭園っていうこうやっぱミックスされてないとこうそうじゃないとまあ残っていかない部分そうね、伝えたいことも伝わらんっていうか押し付けみたいになっちゃう押し付けみたいになるのが嫌でそういう理解してもらってお互いにこう共感しながら作れるって完成してきた人もやっぱ共感してもらえるっていうのはやっぱ作り上げたい。
水の流れに無理しなければ。
こまで動画をご覧いただきましてありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。マレーシアの動画ですね、ひとまずここで中断となります。またマレーシアにですね撮影しに行っていきたいと思いますので、それまでお待ちください。またですね、ジャパニーズガーデン TV のオリジナルのグッズを販売しております。こちらを皆様に買っていただけますと、私がマレーシアに行ったりするですね予算となりますので、ぜひともサポートの方、応援の方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。